レビアタン先生のオタク FM シンフルサウンズ。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー最強長男ルシファー役の山下和也です。さて皆さんお久しぶりですね。お待ちかねのオタク FM が全世界の留学生の皆さんの応援のおかげで帰ってまいりました。ありがとうございます。拍手がパチパチとな。さてこの番組は待望のオベイミー ASMR シリーズのリリースを記念してゲストをお迎えし、皆さんと一緒にオベイミー ASMR シリーズを盛り上げていこうという番組です。さあ第7回目の放送は特別に私山下和也が MC を務めさせていただきます。ありがとうございます。拍手がゲストさんからということは、ゲストは皆さんお分かりですよね。そう、あの人です。それではお迎えしましょう。この方です。いやどうも皆さんこんにちは。ガチョウザ三男レビアタン役の加田聡です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。呼んでいただいて。いやだってさ、やっぱり第7回目となると、いやこれもうみんな待ってたと思うもん。あ、そうですか。もう憧れの番組に出ることができてとっても嬉しいです。本当にありがとうございます。呼んでいただきまして。いやありがとうございます。そしておめでとうございます。ありがとうございます。ゲストで来られるなんて、いやドキドキしてて。ドキドキしてる。はい嬉しくていやでも片や今表情がだいぶ不安な感じの表情になってるけれども。そうなんですよねちょっとどんな番組なんかなと思って聞いたことないんで、はい本当に何を言ってますのあなた過去6回やってましたやんかそうですねそうなんですけどはい、しかもいろんな人のね、はい、こう相手をしながら、いや座り位置が、言うなら逆なんですよね、いつもと。あ、そうだよね。いつも僕が座ってる位置に山さんが座られてて、僕がゲストの位置というか、そうちょっとねなんかふわふわしてるというか、そんな感じはありますけど。そうですよね。まあ今日はこのオベイミーの ASMR ということについて、まあいろいろこう課題案の、そしてレビアタンの話をいろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども、この ASMR について課題案ちょっと説明をお願いします。わかりました。ASMR のことをご存知ない方もいるかと思いますので、簡単に説明いたしますと、 ASMR とは、耳元でささやかれる声や心地よい音を聞くことでリラックス効果や心地よさを得られる音声コンテンツのことでございます。このシリーズではですね、ロマンチックなシチュエーションでオベイミーに登場するキャラクターたちが耳元で優しく甘くささやいてくれる、そんな特別なひとときをお届けしておりますと。はい、優優しく甘くささやく。はい、さレビアタンってこの3つの単語からちょっと離れたキャラクターかなって思ってたのよ。なるほど、それはどういうことですか。やっぱりさいろんなその、なんだ2人っきりのシーンであったりとか、確かにね、恥ずかしがるじゃん、めちゃめちゃ。そうですね、どっちかというと、で恥ずかしがるっていうことは距離感がちょっと離れてる感じがするのよ。山さん鋭いですね。でしょ。距離感がすごく難しいですよね。ですよね。山さんもだって経験されてますもんね。経験しましたよでもなんか全然山さんね苦にしてないというか。いやそんなことないよ。だってさ現実の世界ではさ、まあありえないことじゃん、こういうのって。なかなかね、シチュエーションもそうですし、やっぱ特別というか、そんな感じはありましたけどね。だよね。でもそれが体験できる、そしてこう皆様にご提供できるっていうところでは、いい経験をさせてもらったかなと思ってます。そうですよね。ドキドキしますよね。そういった話は、この後じっくりとお伺いしていきたいんですけれども、作品を聞いてからの方がやっぱこう課題案としても話が分かりやすいと思いますので、まずはレビアタンの ASMR のトラック2ね、秘密のキッチンから少しだけ課題案と一緒に視聴したいと思います。嫌です。なんでよなんで嫌です。一人で聞いてもらっていいですか。いや一緒に聞こうよ。そうですか。一緒に聞こうよ。撮ってないかもしれないですよ、もしかしたら。撮ったでしょなんでそういう嘘を言うんですか。可能性もありますよ、まだ。いや実はまだ撮ってない
可能性もまだ捨ててない。いやさ、うん、過去のこのオタク FM、はいはい、僕全部聞いてきたよ。あ、そうだ、ありがとうございます。聞いてきたよ、聞いてきたよ、はい、ありがとうございます。かだやんさ、はい、最後の最後までさ、うん、いやレビアタンの ASMR はないかもしんない、ないかもしんないってずっと言ってたよね。だってないかもしれないじゃないですか。あるって言われてない時点ではないかもしれないから予定は未定やし。なるほどね、はい、でもあるからこそ今台本があるし、この後聞く時間があるわけですよ。そうですか、怖い話ですね。そうですか。皆さんは内容をちょっとだけね聞いて楽しんでもらって、僕は真横のかだやの表情を見て楽しみたいと思います。趣味が悪いですね。そうですか。こっち側の得点です。なるほど。じゃあ、行きましょうか。はい、行きましょう。せーの、どうぞ。お、ああ、閉めたね。月銭と月銭と桃。ああ、なるほどね。あ、どうした？あら。ん？あれ？今のは。あら。指チュッチュ。やめなさいよ。おろろろろろろろ。じゃあ、食べたい。何を？桃だろうがよ。あら。隠れるの？誰か来る？足音が。うん。なんでそこにおる気分なんですか？いやだって没入感がすごい。そうですね。うん。てめえじゃねえか。あららら。見回りですよ。あら、そう？あ、近いな。こういう近さか。近いですね。なるほど。おいおいおい。おい。ああ。おいおい。ああ。チュッチュタイムじゃねえか。隠れてお前とキスしてるって七のせいでめちゃくちゃドキドキする。ああ。匂いってか。あら、かだやんがああしか言わなくなっちゃった。ちょっとこっち見ながら聞くんやめてもらっていいですか？いいよねこれ。ねえ、僕らあいつらに付き合ってるってこと。ああ。話してないじゃん。そうですね。俺は抜け駆けですよ。いや抜け駆け警察が。おお、怒られますよこれ。本当は今すぐにでもお前が僕を選んでくれたってはい。したい気持ちでいっぱいだけど。ああ、素直ないい子やな。なんで親かよ。いやいやいや。近いなこれな。なんかな。近いよ。もう耳元ここだもん。そうですね。うん。ちょっとだけ怖くて。うん。ごめん。あ、謝った。お前はこんなことで迷ったりしないよな。離れろ。いや、もっと近寄って。もっと。確かにこのシチュー楽しめるのは秘密にしてる今だけかも。ああ。ちょっと止めてほしいぐらいで。いや、続けて。どんどん来て。来たよ。いや、これ今までの中で一番濃厚なチュッチュじゃないのこれ。やめとけ。これ。何濃厚なチュッチュって。いや。うわ。あ。まだ行く？いや、ちょっと待ってよこれ。そうなんや。なるほどね。いや、まだ行く。こういう気分か。こういう気分ですよ。あ、そう。もう戻ろうか。満足した？何やその感想。満足したって何やねん。いやでも絶対満足してないぞこれ。いやわかんないそんな。これ。はいということでごめんね皆さん
ASMR で皆さんは楽しんだと思うんですけれども、さっきもお伝えしたように僕は ASMR プラス横の片屋の表情で楽しみました。一粒で二度美味しいってやつだね。いやいや、それはこの場にいるあなたしか感じられないわけですけども。いや得点だわこれ。何の？いや本当にこのパーソナリティをやってるということの得点ですか。そうまあ。でも、はい、これは、はい、皆さん実際にね、ヘまあッドホンをつけて、ね、体験してほしい。そうですか。マジで。そうですか。なんかでもおっしゃってましたけど、濃厚なチュッチュって言ってましたけど、皆さん同じような感じやったと思いますよ、僕の感じでは。いやそんなことない。いや多分ね皆さんね分かってると思う。これレビアタン一番チュッチュしたんじゃねえのって思ってると思う。何やでそれ。いや本当にレビアタン一番チュッチュしたんじゃねえ。これチュッチュしたと思うよ。もうこのチュッチュっていう表現は山さんから生まれてますからね、このシリーズで。みんなこの山さんのチュッチュ聞いてみんなチュッチュっていうようになってんねんから。いやでもね一番ダイレクトに表現できると思うんだ。チュッチュが？そうチュッチュってほんま。いやね僕は、はい、あんまりそのほらキスっていう表現って、ちょっとねかっこいいニュアンスだと思ってるの。キスが？そうそれをもうちょっとだけ、はい、まあよりこう皆さんに親しみやすい可愛くしたのがチュッチュだと思うのね。マイルドになったらチュッチュになるの？チュッチュになると思う。マイルドになりすぎちゃうからね。そうかいそれは。でだこれさ、今まで、まあそのパーソナリティ側でカデヤンは聞いてたわけじゃん、でゲスト側で、レビアタンの ASMR を聞いてみて、率直にどうだった？そうですね、なんかちょっとやっぱり自分が撮った時と比べると、SE であったりとか、そういったものがうまいことね追加されたりとか、それでちゃんとなんか出来上がった作品としては、こんな感じになるんやっていう感動もありましたし、なんか撮ってる間に不安やった気持ちっていうのが、まあちょっと和らぐというか、っていう感じはありましたね。こんな風になんねやっていうところはありましたよ。まあある意味こう完成形に近い形のもの。もちろんまあそれを聞いて、なんかそっかすっごいなんかそこに深みを感じた今のこのそっかっていうので。カデヤンってさ、この、ダミーヘッドマイクを使って収録するのって初めてじゃないよね。そうですね、そういう機会はいただいたりとかしたりとか、もう何年か前に、そのダミーヘッドマイクを使ってちょっと遊ぶみたいな収録を収録というかラジオみたいなのに出演させていただいたこともあったんで、初めてではないんですけど、改めてやってみると、特に距離感とか、距離感ね、そういう難しいですよね。難しいね、本当に。普段さ、僕らってまあ今もそうなんだけれども、まあマイクに向かって、でそのマイクっていうのもほら形がさ分かるじゃん。まあそうですね。このマイクに向かって、まあ、コミュニケーションっていうかするんだけれども、ダミーヘッドマイクっていうとね頭の形人のねになってるから、まあ、よりその感情移入がしやすいというかさ、そうですか。まあ、僕の場合どれだけ近づいたら、どれぐらいの距離感で入るのかとか、っていうのがめちゃくちゃ難しかったですね。本当？だって耳元でささやくっつっても、耳にほぼ口つけて喋ることって人ないじゃないですか。ないです。耳元でささやくが言うたって、誰がもう耳につけてなんかみたいに言うそれはなかなかねないじゃないですか。っていうことを感じると、なんかやっぱ距離感って難しかったなって思いますね。確かにね。でもそのなんだろうな、普段の、まあノーマルのって言ったら変なんだけど、マイクだったらそのほら息であったりとかっていうのは結構注意はするわけですよ。ボファって入ったりするじゃない。でもダミーヘッドマイクって、まあ、そういうところも、まあ、しっかりと処理されるというか、うまいこと息が、まあ、音として捉えてくれるっていうのがあるから。山さんそうなんですね。何どういうこと？僕は息が問題になりました。問題になった？問題になったような気がする、収録中。本当？はい。じゃあそれっていうことは近づきすぎたってことじゃないの？うるさいんでしょうね、僕の息は。なんでよそんなことないけどな。いやなんか難しいなって思いながら。本当？はい。いや
じゃあまあそういうところも、うんまあ今回完成形ということで皆さんにお届けできるわけなんだけれども、そうですねまあ、この息を使ったまあ息がこうボファって入っちゃったというかまあ大きかったっていうポイントの他にも、なんか課題の中で難しかった、まあ距離感もそうなんだけどね、難しかったポイントとかってあったりとかした？そうですね、うんこれあれもしあれやったらカットしてほしいんですけど、はいどうぞ。3方向正面右、はい、左、うん3方向からあえぐっていう、あえぐ？いやこれはカットしたらあかんで、これカットしたらあかんで、うん、いやなんかこれなんかこれを言ってしまったら、うんなんか結局そのなんかこれって継ぎ足しなんやみたいな感じに思われるのも嫌やけど、あーなるほどね編集でね、うんだけど、うんあれは初体験でしたね。でしょうね。初体験でしたね。うんうん。いや俺で面白かったのは、うんうん、僕こんな感じで、はいかなって思ったら、うんなんかこういうニュアンスの喘ぎもくださいって、うん、ミキサーさんから言われたりとかイメージしたいそこ。なんかちょっとなんか責められてみたいな感じもあれば嬉しいですね、みたいなとか、なるほどと思って、お学んだそこで。いやなんかね、もう僕がこんなこと言うのおこがましいんですけど、なんかちょっと収録7回目じゃないですか、重ねるごとに、こういうのがあったらいいんやみたいなのも増えてきてるのかなみたいな勝手に思ったりもしたりもして、はい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 、なんかそうですね、最後やからこそのそういう役得感みたいなのもあったりもしましたし、なんかでも ASMR を撮ってみてみんなのなんかそういうチュッチだったりとか、そういうのを聞いてて、でもみんななんかすごいな、なんか没入感というか、そうそれねやってんなと思うけど、そのダミーヘッドマイクのある空間の中で自分一人で入って、マイクに向かい合って、それをやってるっていうのはなんかそこに入り込む集中力っていうのがやっぱみんなすごいなと思いました。確かにね。この空間で台本を持って、でその二人きりのムードを作るっていうのは、難しいなっていうふうには思いましたね。僕らそのさ役者っていうか演者っていうのは、イメージ勝負みたいなところもあるじゃん。やっぱりその現実で起こらないことを演技しなきゃいけなかったりとか、演じなきゃいけなかったりするので、まあそういうところではスタジオの中ではそのイメージのバトルというか、自分をどこまで出せるかっていう試せる場っていうので、僕は楽しんだりとかしたんだけれども、カダヤンは楽しんだ？楽しんだか楽しんだないや楽しんだかな。楽しんだでしょ。いやそうですね、生みの苦しみ。なるほど。いやそれはもちろんね、台本というかストーリー的なものはすごく僕は良かったと思うし、特に聞いてほしいのは一番最後、ラストへの流れ、そしてラストを聞いてほしい。僕はなるほどと、聞いた人が納得するような、納得するというか、ラストのセリフは、はーとここでこれが来るかと伏線回収。そうですね、ラストのセリフだけは、これもう山さんラスト知らないでしょ。知らない、全然知らないよ。ラストのセリフは僕言い慣れてました。本当？言い慣れてました。実はASMR っていうとほとんどが言い慣れない言葉だと思ってたんだけど、ラストのセリフだけはうわっはーとテンション上がりましたね。テンション上がりましたね。テンションが上がった言い慣れた言葉。そうです。これはもうよくぞこれを最後にってこのセリフを最後にってなりました。なるほど。いやこれは、皆さんがこのレビの ASMR を聞く楽しみが一つまたこれで増えたね。そうですね。これレビの ASMR 最後のセリフ聞いた後に、何か別のものが聞きたくなると思う。別のもの？そうです。そうです。めっちゃ気になるでしょ。めっちゃ気になるわ。買ってください。なるほど。買ってください。身近な僕へのセールか。買ってください。気になるでしょ。たまらないでしょ。オッケー、わかった。もうほんまにもうこの最後のセリフだけは SNS 解禁もう現金。この最後のセリフだけはダメ。これはもう書くなと。絶対書くなと。ただこの最後のセリフ聞けてよかったっていう感想だけ書いてほしい。なるほど。なんて言ったかだけは絶対にもうほんまにネタバレ。エゴさして通報する。カダヤンが消していく。それはもう通報です。
かといってこれで通報されへんかったらやってないやんって思われるのも尺やから、俺は大人の権力を使って通報してくださいってお願いしに行く。そちら側でやってもらって、俺はしないんでなんかそれなんか俺が見てるかを試す連中が出てきそうやから、まあね、もうお願いします。安心なところ、安全なところから指示を出して消していくっていうやるな。いやでもこれ最後のセリフだけは、こんな煽ってますけど、僕は嬉しかった。ほんまにそれ見て、おおなるほど、このセリフが来んねやって。なんかすごい、そこは僕自身もいろんな意味で気になるところやと思いますし、もう一つね、さっき片山が言ってた喘ぎってやつね、これ個人的にねすげえ聞きたいと思うので、ぜひ皆さんこれを聞いてみていただきたいなと思います。オベミー ASMR シリーズケースレビアタン君とバスタブのすべては DL サイトとソルストアにて好評配信中です。レビアタン編だけでなく過去にリリースした ASMR も配信中、DL サイトソルストアお好きな方でご購入ください。各配信サイトやオベイミー公式 YouTube チャンネルでは無料サンプルも公開しているのでぜひ聞いてみてください。 ASMR シリーズこれで7兄弟全員リリースになりましたね。いやそうですね、本当に結構な長い期間じゃないですか。ルシファーが出たのが、もう1年2年1年半ぐらい前ですか。1年半1年ぐらい前かじゃないですか。やんね。結構でそう考えたら、もう足かけね1年かけて7兄弟がリリースされたわけですよね。すごい僕としては一番最初がルシファーだった、で2回目がアスモデウスだった。そうですね、で次誰が来るんだろうって正直言って順番も分かんなかったのよ。確かに。まあその次誰が来るんやろっていうドキドキ、そしてどんな感じになるんやろっていうのをワクワク、いろんなものが感じれたねこの1年間シリーズやったかなっていうふうに思いますけど。そうだね。まあこの ASMR シリーズっていうのでまあよりその兄弟たちを身近に感じてくれたらいいなとも思うし、確かに多分普段から見えなかった部分っていうのもまあ皆さん見えたかなと思うし、山さん的にどうですか。またやりたいなとかあります？そう聞いてくるか。だってもう正直撮ってからは、もうだいぶ経つわけでしょ。経ったね。で皆さんのが他の兄弟のがリリースされたりとかして、それを改めて聞いて、今やったら自分もっとやれます自分やれますもっとっていう気持ちは出てんじゃないですか。なんかもう言わせようとしてる感じがするんだけれども。そうですか。そんなことないですが山さんが僕の限界はもうあれですっていうならそれは。いやでもねここで僕が全然できますよ全然できますよっていうことは、これはレビーの2回目も来るっていうことだからね。僕はもう限界ですいや僕の全部出ました。でもそれは今の言葉だけ切り取ると多分皆さんすごい嬉しいと思う。そうですか。レビーのすべてを今回の ASMR に詰め込みましたっていうのはすごい嬉しいと思う。そうですね。ですよね。まあ分かんないですけど、次どうなるのかがだって僕には分からないから。まあ確かに正直ね。分かんない。もういやあるかも分からんし。そう願望の話ですけどね正直。だから次どうなっていくか分からへんから、その時はその時のルシファーであったり、レビアタンに聞いていただいて。そうだね。聞いていただくしかないかなまあでも兄弟もそうですしね。もしかしたらね。もしかしたらですよ。サイドの皆さんとか、あるかもしれない。いやちょっとなんか匂わしてますよ知ってんのあんの。いや僕何も知らないもん。僕何も知らないもん。実際ね、それは分からないですけども、まああったらいいなっていうお話ですよね。僕らとしてもね。だって聞きたいじゃないですか。もちろんですよ。僕らはね、そうであったんやから、他のメンバーね、サイドキャラクターの聞きたいですから。聞きたいし、今カダヤンが座ってる席で同じ気持ちになってほしい。うわめっちゃ悪い顔してるブースから僕だけ見えてますけどこっち見てるめちゃくちゃ悪い顔してます同じ気持ちになってほしいって何。同じ気持ち、みんなが体験した同じ気持ちになってほしいんだ。なるほどね。まあねそれはね、だってね耳元で自分というかね自分が収録したものの
甘い声が聞こえてくるわけですかね。そうだよね。チュッチュ音とともに、そう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 、はい、っていう感じはしますけども、はい、はい、ぜひ皆さんもねそういうところを期待していただきたいなと思います、はい、さてお送りしてきましたレビアタン先生のオタク FM シンフルサウンズですが、そろそろお別れの時間なんですよね。ごめん、めっちゃ早くない？そうですね。そうでもなかった？いやそうでもないんですけど、そうでもなかった。あっという間っていうわけでは全然ないんですけど、うんまあ撮ってますからね。そうだよね。そうですね、Q シート上では、この番組多分15分ぐらいの尺なんですけど、そう見てください、もう30分です。あら、山さんマジか？喋ってますよ。気合入ってますね。入ったね。はい、ありがとうございます。ごめんね、これ皆さんにも分かってほしいんだけれども、やっぱこっちのそのパーソナリティ、のスペースっていうのはね、気合がかなり必要です。だからなんだろう、ごめんね、カダヤンに感謝の気持ち、今までありがとう、本当に。俺卒業？卒業じゃないよ。今までありがとうって何？卒業じゃないねんけれども、卒業じゃないんだけれども、誰か花持って入ってきますよ。卒業おめでとう。おめでとう。はい。拍手でじゃないけれども、でも本当にいろんなことをね、引き出すようなトークであったりとか、もちろんそのボキャブラリーであったりとか、っていうところを出してくれて感謝しております。とんでもないです。本当にありがとうございます。では、今回のオタク FM なんですけれども、ぜひ皆さんからの感想をお待ちしておりまして、ハッシュタグオタク FMSS、 ASMR の感想はハッシュタグオベイミー ASMR を入れて各 SNS でぜひ投稿してください。ということで、レビアタン先生のオタク FM シンフルサウンズ、ここまでのお相手はルシファー役山下和也とレビアタン役加田聡でした。バイバーイ。レビアタン役の加田聡です。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー ASMR シリーズ第7弾、ケースレビアタン君とバスタブのすべてが DL サイトとソルストアの2つのサイトにて好評配信中です。バスタブの中、甘い香りに包まれて2人で過ごす初めての夜、バイノーラルマイクで収録された没入感たっぷりのシチュエーションボイスドラマでぜひお楽しみください。また早期購入者特典としてキービジュアルを使用した PC とスマートフォン壁紙を配布しております。こちらは3月31日23時59分までに購入された方が対象となりますので、まだの方はお早めにご購入ください。またオベイミー ASMR シリーズケース、ルシファー、アスモデウス、マモン、ベルゼブブ、サタン、ベルフェゴールも好評配信中。ぜひ聞いてみてください。びっくりやな。山さいやなんかね、このうすうす予感はしてましたよ。おう、マジっすか。はい、衝撃でしたね。びっくりしましたね。オタク FM であんな感じで言ってたじゃないですか。はい、言ってましたよ。聞いていいですか。はい、どうぞ。知ってたでしょ。ごめん、あなた知ってたからあんな風な感じやったやろ。そういう風にあなたは思っちゃった。そうですね。なるほど。踏まえて聞くと、そうやったんじゃないかなっていう感じはしますけど。なるほど。僕もちょっと役者としてのパワーがアップしたかな。おい、どっち？これどっち？いや、これね、ぶっちゃけ真面目に正直に言ってしまうと、何にも知らなかったんです。ね。はい。いやでも嬉しいですね。だね。改めまして、サイドキャラクターの ASMR シリーズ決定だ。おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。いやー、皆さんはどのキャラクターの ASMR 一番最初に聞きたいのかな。どうでしょうね。全員キャラ聞きたいとは思いますけど。もちろんね。いやでも僕は、信じてますよ。またこのオタク FM シンフルサウンズ、サイドキャラクターバージョンはい。いやー楽しみですね。そうだね。また山さん聞けるんですよ。みんなのもだえてる顔。そうだよ。山さんチュッチュが聞けるんだよ。これね、いや、あのキャラチュッチュすんのっていうキャラクターもいると思うんだ。確かに。でしょ。確かに。それをね、ASMR であなたの耳元で聞くわけですよ。任してください。
根掘り葉掘り聞いてくれ。聞きます根掘り葉掘り聞いてやります。めっちゃ聞いてほしい。楽しみにしておりますので、はい。いや皆さんもね本当に実現しましたから、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。思います。